おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は美味しい子牛ボウを使ってソテードボウマレンゴを紹介します。今日使っている部位ですけども、フィレドゥボウの横についているかぶりと言われる部分を使っています。それでは子牛のマレンゴ一緒に作っていきましょう。それではこちらが子牛のフィレです。フィレドゥボウになります。まずこのように膜がありますので膜を剥いでいきます。その後この横の部分ですね、かぶりと言われる部分を取り外していきます。今日使う部位はこの部分になります。また他にフィレドブフ、フィレドボウの掃除の仕方を詳しく解説した動画があります。そちらを見て参考にしてください。しっかりと肉の構造が頭の中に入っていれば簡単に処理ができます。きれいに掃除をすれば捨てるところはほぼありません。捨てるとするならば血管などの部分で、あと油の部分は肉を焼くときに使えますし、筋の部分はフォンを取るときに使ったりもできます。今回このかぶりの部分を使いますけども、これはブレゼ煮込みに適していますので、このように各部位を使い分けて捨てるところがないように使い分けてください。このような筋は置いておいて、また後で銃を取るときに使ったりします。基本的に四つ足の動物のフィレの肉は形はほぼ一緒です。ですのでボウもしくは豚で練習すれば牛フィレなども簡単にできると思います。それではガルニチュールを用意していきます。玉ねぎとニンニクをエプルシェしていきます。後で玉ねぎはしずれにしますので、根っこの部分ちょうどで切り落としてください。乾いている皮はきれいに剥いて取り外しておきます。ニンニクは半分に切ったら芽を取って、玉ねぎは半分に切って細かく切り目を入れてしずれにしていきます。この時必ずよく切れる包丁を使ってください。分に切って芽を取った状態のものをこのように軽く潰しておきます。それでは肉を焼く直前に汗染めしていきます。先ほど用意した肉を塩コショウで全面きっちりと汗染めしていきます。あまり前もってしすぎると肉汁が出てきてしまいますので、焼く直前にしてください。ひっくり返して裏の面も塩コショウで汗染めします。温めた鍋にオリーブオイルを入れてきっちりとソテーしていきます。あまり一気に入れて詰めすぎないように少しずつ入れて、肉の下に油が入るようにしながらゆっくりと色をつけていきます。一気にどっと入れてしまうと鍋の温度が一気に下がって肉汁が大量に出てきてしまいますので、丁寧に色をつけていきます。両面きっちり色がついた肉を引き上げて、その鍋の中に先ほど用意していた玉ねぎのしずれを入れて、うまみを剥がしながらきっちりと火を入れていきます。この鍋底のうまみを剥がす作業をデグラッセと言います。軽く塩をして玉ねぎから水分を出して、その水分できれいにうまみを剥がしていきます。ここできっちりとうまみが外れて玉ねぎに火が入ったら白ワインを入れます。この白ワイン入れてしまうと玉ねぎになかなか火が入りません。白ワインの持っている酸味で玉ねぎに火が入りにくいので、白ワインを入れる前にきっちりと玉ねぎは火を入れておいてください。白ワインを入れたらアルコール分を飛ばしながら鍋の横についたうまみも剥がしていきます。きっちりとアルコール分が飛んだところでフォンドボーとソーストマトを入れます。
またフォンドボーは他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。また概要欄に貼っておきます。その後、先ほどソテーした肉を入れて、あとブーケガルニも入れて、このままミジョテしていきます。またブーケガルニも動画がありますので、概要欄に貼っておきます。このまま蓋をして沸くまでは強火、沸いたら火を弱めてミジョテの状態にして火を入れていきます。1時間経ちました。このような感じに常にポコポコという状態、ミジョテの状態でゆっくりと火を入れていきます。まだもう少し時間かかりますので、この間に他のガルニチュールを用意していきます。本来ならプティゾニオンを使いますけども、春先に出てきた美味しいオニオンヌーボーを使います。上の部分を落として根っこギリギリの部分で根っこも落とします。こうすると半分などに切った時に玉ねぎがバラバラになりません。根っこギリギリで落として表面の一番乾いている皮は取り除いておきます。それでは最後半分もしくは4分の1のカットしてなるべく大きさを揃えて用意していきます。この用意した玉ねぎですけどもオニオングラッセにしていきます。ただ砂糖は加えずにオニオングラッセを仕上げていきます。温めた鍋にバターを入れてまずバターを溶かしていきます。よくきっちりと溶けたらそこに先ほどカルチェに切ったオニオンを入れて軽く塩をして全体的に混ぜます。バターと塩が全体的になじむようによく混ぜてから火を入れていきます。よく混ぜて表面に軽く火が入ってきたところで液体を出します。今回水を足しましたけどもブイヨンドボライなどでも構いません。水を入れたらクッキングペーパーで落とし蓋にして火を入れていきます。15分ほど経ちました。火が入ったかどうか金串を刺して確かめてください。ただ今回棒と一緒に最後15分ほど煮込みますので少し火が入りきってない状態で構わないです。続いてもう一つのガルニチュールのシャンピニオン・ド・パリマッシュルームを用意していきます。マッシュルームですけども洗わずにこのようにエプルシェしていきます。石突きの部分を切り落としてこのようにエプルシェしていきます。エプルシェし終わったら半分もしくは4分の1に切っていきます。もちろんサイズによって違いますのでもっと小さければ丸のままでもいいです。これも火を入れていきます。温めた鍋にバターを入れてシャンピニオンを入れます。ここに軽く塩をして全体バターとあえて火を入れていきます。これも色はつけずにきっちりと火を入れます。ここで軽くレモン汁を入れることによってより白く仕上がります。今回もオニオングラッセ同様水を入れます。もちろん水の代わりにブイヨンのボライを入れてもらっても構いません。今回は水を入れてこのままクッキングペーパーを使って落とし蓋代わりにして火を入れていきます。結構強火で焦げないように気をつけながら一気に火を入れていきます。ボウルの方ですけどもまた30分経ちました。ここで先ほど用意しておいたオニオングラッセとシャンピニオンパリを入れて最後15分ほど一緒に煮込んでいきます。オニオンヌーボーとシャンピニオンパリを入れたらよく混ぜてこのまま蓋をして15分ミジョテします。また15分経ちました。トータルこれで1時間45分ミジョテの状態になっています。まだ火が入りきっていないのでこのまま蓋をしてあと15分ミジョテしました。最後仕上げにパセリのコンカッセを入れて軽く火を入れてこのソテードボーマレンゴの完成になります。最後に忘れてはいけないのがハートの形のク
クルトンを用意します。パンドミーを1センチもしくは7ミリぐらいの厚さにスライスして、あとはハートの形になるように切って、最後フライパンを使ってポワレしていきます。それではフレッシュバターでポワレしていきます。もちろんこのフレッシュバターの代わりにブールクラリフィエスマッシュバターを使っても構いません。今回はそのままバターで焦げないように気をつけながらポワレしていきます。美味しいクルトンを作る時のポイントですけども、フライパンの中の油分ですねをきっちりと温度を上げてやるということが大切になります。温度が上がりきってない低い温度からクルトンを入れてしまうと油を吸ってベタベタになってしまいます。なので熱い油の中でさっと両面焼いてクルトンを仕上げます。きっちり色がついたら引き上げます。それでは盛り付けていきたいと思います。温かいお皿に盛り付けて、最後先ほどのクルトンを置いて完成になります。非常にシンプルで簡単なソテードボーマレンゴですけども、非常に美味しかったです。私も初めて作りました。ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。